ユミ、俺って長男だよな。サキもいるし、これからはまともな生活を送りたい。何が言いたいかわかるよな。何？祖父が亡くなった途端、私にすり寄って話しかけてくる兄。ほんと昔から勘の悪いやつだな。じいちゃんの遺産をすべて渡せって言ってるんだよ。だって遺産は。うるさい。兄である俺に口答えするな。兄と再会してから、ここまで感情をむき出しにする兄を見たのは初めてだった。まだ祖父のことが落ち着いてもいない。早々に遺産の話をしたくないのが本音だが、破産した兄としてはそうもいかないようだ。ユミちゃんって意外と強欲？アキラから遺産の話をさせるなんてね。普通は自分からすべてをこちらに明け渡すでしょ？正直、兄が遺産の話をするのはわかるが、関係ないはずの兄嫁のサキさんまで話をしてくるのは理解できなかった。いや、意味がわからないです。ちょっと、不出来な妹ね。こんな人と1年も一緒に住んでいたなんて信じられない。遺産は長男であるアキラが全てもらうなんて当たり前のことじゃない。サキの言う通りだ。とりあえずこの家は先に遺産としてもらっておく。だから早く荷物をまとめて出ていくんだな。そうそう。あんたが使ってた部屋は私が使うからさ。ウォークインクローゼットのある一番大きい部屋。あんたには不釣り合いだと思ってたのよ。どうしても家を出て行きたくないなら、月10万で済ませてやるよ。でも、一番狭くて暗い部屋な。じめっとしたところがあんたにお似合いよ。知り合ってから1年しか経っていないサキさんや、まともに信頼関係すら築けない兄に、ここまで言われる理由がわからない。最初は人が良さそうな態度でお願いをしてきては、私をいいように利用し、好き勝手してくる兄夫婦。腹の底から怒りが湧いてくる。おい、ユミ。黙ってないで何とか言えよ。おとなしく引っ越すか。月10万でこの家に暮らすか選べ。うつむく私に兄が覗き込むように話しかけてくる。どっちを選ぼうが兄夫婦にとってはメリットしかないのだから、随分と余裕そうな表情を浮かべている。祖父母が亡くなったら私を追い出し、遺産を独り占めすると、兄夫婦で昔から計画していたのだろう。それなら、祖母の葬式にいきなりやってきたのも、破産したのに仕事もせず、住む場所も見つけようとしなかったことも納得がいく。それならば、私が取る選択肢は一つだった。私の名前はユミ。幼い頃に両親を亡くし、それからは祖父母に育ててもらった。10歳以上年の離れた兄のアキラがいるが、両親が亡くなってからは家に帰ってこなくなってしまっている。当時高校生だった兄は友人たちの家に入り浸ったりと、いわゆる放浪生活を送っており、兄と会うのは年に一度の両親の命日くらいだった。正直、兄に関する記憶はそれほどない。祖父母もあまり兄の話をしようとしなかったため、小さいながら私は兄のことを聞いちゃいけないのだと思っていた。命日にあっても簡単な挨拶程度しかしなくなっていることも確かだった。私が20歳になる頃には命日さえ兄は来なくなり、会うことはなくなってしまう。しかし、それから5年後、祖母の葬式に兄は姿を現した。私は祖父も兄の連絡先を知らず、祖母のことを伝える手段がなかったので、兄を見たときは驚いた。しかも、兄は見たことない女性と一緒におり、その女性は私たちにニヤニヤとした笑みを浮かべ、どことなく感じが悪い。二人を見ていると、なんだか嫌な予感しかしない。私はなるべく二人を見ないようにしていたが、兄は私に気づくと、見たこともない笑顔で近づいてくる。もしかしてユミか？見ないうちに大きくなったな。会いたかったよ。久しぶりです、アキラさん。お兄ちゃんでいいよ。遠慮すんなって。実はユミとじいちゃんに紹介したい人がいてさ。こちら、俺の嫁のサキ。5年前に結婚したんだ。お嫁さん？よろしくお願いします。兄の嫁だと紹介されたサキさんは、
頭を軽く下げると私たちにそっぽを向いてしまう。初対面だから仕方ないとは思ったが、あまりいい気はしない。しかし、サキさんの態度以上に兄が結婚していたことには驚かざるを得なかった。祖父も同様に驚いていたので、この場で初めて兄の結婚を知り、相手女性を見たようだった。まずは結婚おめでとう。だが、まずはばあさんを弔ってやりたいから、後で少し話すことにしよう。祖父がそう言うと、兄は満足したようにうなずくのだった。その後、祖父の言った通り、改めて兄夫婦と顔合わせを行うことになった。兄が久しぶりに実家に帰りたいというので、顔合わせの場所は我が家ですることに。お邪魔します。へえ、実家って言うから古いと思ったけど、新しいし綺麗じゃない。ここならいいわね。家に入るや否やすぐさま感想を述べるサキさん。先ほどから失礼な言動が気になってしまうが、家族になったのだから慣れるしかないだろう。そう思って兄夫婦にお茶を出し、私が祖父の隣に座った途端、兄夫婦は頭を下げる。驚いて固まっていると、勢いよく兄が話し始めた。俺たちさ、ここに住ませてほしいんだ。もちろん家事も手伝うから。待って、いきなりどうしたの？実はさ、二人揃って破産しちまって、住むところも金もなくて、仕事が見つかったら出ていくから、それまでお願いしたいんだよ。え、破産？一体どうして？慰謝料が払えなくて。慰謝料？気まずそうに視線をそらす兄の姿を見ると、思わずため息が出てしまう。兄が言うには、サキさんはもともと既婚者だったが、兄と浮気して離婚したそうで、お互いに慰謝料を請求され、破産してしまったとか。借金を払えず、自己破産という道を選んだので、信用情報の審査も通らず、アパートも借りられないそうだ。ボロボロなアパートなら借りられるが、サキさんが嫌がってどうしようもないらしい。ずっと消息不明だったくせに、いきなり親しげにしてきたかと思えば、こんなしょうもない状態に陥っている兄を見ると、ただただ呆れるばかりだった。正直、欲をかけなければ道はたくさんあるし、不貞行為を働き、責務も逃げ出した兄夫婦と一緒に住みたくはないというのが本音だった。祖父も同じようなことを考えているようで、何とも言えない怪訝な顔をしている。すまないが、少し考えさせてくれないか？兄夫婦は断られると思っていなかったのか、一瞬驚いたような顔をする。そんな、もう頼れるのはじいちゃんしかいないんだ。頼むよ。兄は真顔に戻りながら頭を下げるが、祖父は返事をしなかった。兄は仕方なく肩を下げながらサキさんを連れて家を出て行った。しかしその数日後、兄夫婦は何の連絡もなく家にやってきて荷物を運び入れていく。慌てて何事かと兄に駆け寄ると、兄はにっこりと笑って答えた。ここに住まわせてもらうから。は？ちょっと待ってよ。俺たちはたった二人の兄弟なんだから助け合うのが大切だろ。じいちゃんにはユミが許可したって言ってあるからさ。まだおじいちゃんは返事をしてないでしょ？それに嘘までつかないでよ。俺たちも家事を手伝うからさ。それにさきは料理だってうまいし、頼むよ。なんて強引なんだろうか。返事もしないうちに押しかけてきて、半ば居座るように住み着いてしまうとは。だが兄の言う通り、サキさんが手伝ってくれるため、家事の負担は減っていった。今までは朝一や週末にまとめて家事をしていたが、それをしなくてもよくなる。サキさん、ありがとうございます。サキさんが家事をしてくれるおかげで、朝はゆっくり寝ていられるし、休日も休めます。おじいちゃんも感謝してました。そんな、済ませてもらってるんだから当然よ。こちらこそありがとうね。最初は一緒に住むことに消極的だったが、この時にはサキさんに感謝するようになっていった。しかし、あくまで感謝するのはこの時までだった。月日が経つにつれ、兄夫婦は家事をしなくなり、破産した割に職を見つけようともしない。仕事が見つかったら出ていくという言葉は嘘だったのかと思うほど、家でゴロゴロばかりしている。ねえ、ユミちゃん、再就職するのにスーツが欲しいの。お金くれないかな？就職したら返すから、お願い。
もう内定してるようなものだし、すぐ返せるから。ね。まあ、就職活動のためなら。兄夫婦揃って何でもかんでも私にお願いをしてくる。あれ、お姉さん、仕事はどうしたんですか？あれ、ダメだったみたい。まあ、元から合わなかったのよね。お金を費やしても二人の状況は一向に良くならない。結局信じた私がバカを見るばかり。兄たちが就職して家に生活費を入れてくれるようになる兆しは全く見えない。仕方なく仕事をして収入がある私がみんなの生活を支える状態となっていった。そんな生活が続くと、さすがに兄夫婦に出て行ってもらいたくなる。そんな風に思っていた矢先、祖母の後を追うように祖父も亡くなってしまう。悲しみに暮れるのもつかの間、兄夫婦は葬儀を終えると、私にすり寄って話しかけてきた。ユミ、俺って長男だよな。サキもいるし、これからはまともな生活を送りたい。何が言いたいかわかるよな。何？ほんと、昔から勘の悪いやつだな。じいちゃんの遺産をすべて渡せって言ってるんだよ。だって遺産は、うるさい。兄である俺に口答えするな。兄と再会してからここまで感情をむき出しにする兄を見たのは初めてだった。まだ祖父のことが落ち着いてもいない。早々に遺産の話をしたくないのが本音だが、破産した兄としてはそうもいかないようだ。ユミちゃんって意外と強欲？アキラから遺産の話をさせるなんてね。普通は自分から全てをこちらに明け渡すでしょ？正直、兄が遺産の話をするのはわかるが、関係ないはずのサキさんまでも話をしてくるのが理解できなかった。いや、意味がわからないです。ちょっと、不出来な妹ね。こんな人と1年も一緒に住んでいたなんて信じられない。遺産は長男であるアキラが全てもらうなんて当たり前のことじゃない。サキの言う通りだ。とりあえずこの家は先に遺産としてもらっておく。だから早く荷物をまとめて出ていくんだな。そうそう。あんたが使ってた部屋は私が使うからさ。ウォークインクローゼットのある一番大きい部屋。あんたには不釣り合いだと思ってたのよ。どうしても家を出て行きたくないなら、月10万で済ませてやるよ。でも一番狭くて暗い部屋な。じめっとしたところがあんたにお似合いよ。知り合ってから1年しか経っていないサキさんや、まともに信頼関係すら築けない兄に、ここまで言われる理由がわからない。最初は人が良さそうな態度でお願いをしてきては、私をいいように利用し、好き勝手してくる兄夫婦に、腹の底から怒りが湧いてくる。おい、ユミ、黙ってないで何とか言えよ。おとなしく引っ越すか、月10万でこの家に暮らすか選べ。うつむく私に、兄が覗き込むように話しかけてくる。どっちを選ぼうが兄夫婦にとってはメリットしかないのだから、随分と余裕そうな表情を浮かべている。祖父母が亡くなったら私を追い出し、遺産を独り占めすると、兄夫婦で昔から計画していたのだろう。それなら祖母の葬式にいきなりやってきたのも、破産したのに仕事もせず、住む場所も見つけようとしなかったことも納得がいく。それならば、私が取る選択肢は一つだ。わかった。引っ越す。でも長い期間住んでいたし、おじいちゃんたちとの思い出もあるから少し時間が欲しい。遺品整理もしたいし。理解の早い妹で助かったわ。ああ、遺品整理で金目のものが見つかったら絶対に俺に言えよ。遺産は俺がすべてもらうんだから。わかった。さっき、無料で新築みたいな家が手に入ったぞ。じいちゃんに感謝だな。祖父の遺産をすべてもらえると思い、邪魔者である私が引っ越すと聞いて大喜びしている兄夫婦。言い忘れてたけど、固定資産税とか生活費は以前のようにユミが払ってくれるんだよな。だって俺たちは破産した身なんだから、これからも ATM になってくれよ。破産したのは自分たちの都合でしょ？でも心配しなくても、そういったお金を払う人はいるから。それほんとか？初めてユミのこといい妹だと思ったわ。こんな二人の姿を見るのが嫌だった私は、すぐさま引っ越しの準備をし、1週間程度で家を出て行った。
引っ越し先での生活は兄夫婦を養ったり言うことを聞かなくてよくなり、ストレスから一気に解放される。この生活がいつまでも続いてほしいと願うほど快適だった。しかし、早速と言わんばかりに兄から電話がかかってくる。着信拒否にしていなかったことに後悔しつつも電話に出ると、兄は怒り狂ったように話すのだった。昨日知らない人が家に来てすぐに退去しろって不法侵入とも言われたけど、どういうことだ？そんなこと、私に電話してきても仕方ないんじゃないの？お前何か知ってるんだろ？その家に来たやつ、お前の名前を出していたしな。ああ、不動産屋さんね。そりゃ家を売却したから、あなたたちは不法侵入になるね。は？家を売却って何言ってんだ？家をじいちゃんからもらったのは俺だぞ。お前が勝手に売却なんてできるわけないだろ。寝言は寝てから言え。そっちこそ何言ってるの？その家じゃおじいちゃんからもらえるわけないわよ。だって私が建てたから名義は私よ。私たちが住んでいた家は私が数年前に建てたもの。祖父母にはとてもお世話になったので、今度は私が恩返しをしながら生活をするために建てたのだ。年を取ってからも大変じゃないようにバリアフリーにし、立地も悪くない場所を選んだ。だからいきなり他人のような兄やサキさんが一緒に暮らすことに最初は嫌悪感があったし、それは祖父も同じように考えていただろう。結果的には住み着くような形で同居生活が始まったが、1年以上も同居していながら、家は私が名義人だと気づかないとは、兄夫婦の低能さはなかなかのようだ。言っておくけど、おじいちゃんの遺産は私が生前贈与ですでにもらっているの。あなたたちが家に住み着き始めた頃、おじいちゃんの希望でね。だからもう遺産はないよ。ふざけんなよ。遺産がもらえないならお前たちと住んだ意味ねえじゃねえか。どうしてくれんだよ。そんなこと知らないよ。そっちで勝手に考えてただけでしょ。家を売却するのはキャンセルしろ。俺たちを騙した分の慰謝料としてもらってやるから、光熱費は支払いを続けろ。どうしてそうなるの？それより早く家を出ていかないと警察のお世話になるかもしれないよ。私に電話してくるくらいなら引っ越しの準備でもしたら？わめいている兄を無視し、私は電話を切って着信拒否にする。これで以前のように電話がかかってくることはないし、引っ越し先も教えていないので、兄夫婦に悩まされることはなくなるはず。そう思っていた矢先、またもや兄夫婦に悩まされる出来事になる。ユミ、待ってたぞ。1年が経った頃、私が仕事を終えて帰宅すると、エントランスの前に兄夫婦が立っている。もしかしたら、親戚の誰かから無理にでも聞き出してきたのだろう。ことを大きくする必要はないと、口止めをしていなかったことを後悔しても遅かった。兄夫婦の身なりはボロボロで、以前のような高圧的な態度ではなくなっている。兄夫婦は目が合うなり、声を震わせながら泣きついて助けを求めてきた。家を追い出されてから別の家を探そうとしたけど、収入もなく自己破産をした俺たちじゃ信用してくれるところはなかったんだ。保証人のいらないところは住めるような家じゃないし。それで？さっきの両親にも浮気の一件以来見放されてるし、もう頼れるのはユミだけなんだよ。それで家に住まわせてくれって？また ATM になれって言ってるの？いや、そういうわけじゃ。あなたたちを助ける義理なんてないから、もう会いたくないし、都合よく助けを求めてこないで。泣いてすがる兄夫婦を突き放し、警備員に兄夫婦の存在を伝えて、私はさっさとマンションへと入っていこうとする。すると、警備員に抑えられる兄夫婦が目に入ったが、知らないふりをして足を進めるのだった。兄夫婦はその後もその日暮らしの仕事を掛け持ちして生活していると聞く。生活に困っている兄夫婦は、何とかお金を得ようと方法を調べて、遺産の遺留分を請求できると知ったそうだが、期限を過ぎていたため、遺留分さえもらうことはできなかった。後に兄夫婦は離婚したと親戚から聞いたが、消息を知っている人は誰もいないようだ。一方私は快適な一人暮らしをしている。兄夫婦から電話が来ることも、家に押しかけられることももうない。
家は残りのローン以上の金額で売却できたため、資産にも余裕がある。家族であった兄夫婦に縛られ、言いなりにされることのない人生は、こんなにも幸せだったのだと、しみじみ感じながら、この幸せをいつまでも続かせたいと願うのだった。